快適さが出てるよ。すごいすごいすごい、自動で水が排出されてる。36度。36度。外の気温は26度。ちょっともう本当に暑い。汗がダクダクなので早速実験を始めます。一応これアプリで制御ができるようになってて、電池は今 100%。なるほどなるほど、見やすい。こっちが温度だ。もうちょっとした時間でも気温が上がって 36.8 度です。
アプリがめちゃくちゃ見やすくて、でこの電池の残量今 98% になってますね。でだったりとか、今の設定温度16度、今風量最大にしてるんだけど、やっぱ風量を上げると結構音は大きいですね。10分経って33.6、33.5、もう一つ、温度計を設置してみました。クーラーの目の前、ここに置いてたこれが 28.8 度、もう30度切ってます。これはセンサーを直接風に当ててみてるんですけど、それだともう 12.8 度、12.7 度、風が当たるところにいるともう寒いぐらいです。すごい、こんなんまで出るんだ。64ワット。はい、20分経ちました。31.2 度で、ここは 29.2 度、27.5、26度台になった。風直接当たってるとこももはや真冬ですね10.5 度。実験を開始した時は暑くてクーラーの目の前にいたんですけど、直接風が当たるところにいるともう寒いから、ずっとこの椅子の上に座ってました。送風されていることで結構風も循環してる感じがしますし、実験始めた時の蒸し暑い感じはもうなくて、今ちょっと乾燥気味かなっていう感じはするんですけど、すごいさらっとしてて快適ですね。ちなみに今外何度なんだ。あ、26.2 度。29.7 度、28.1 度。ここはそんなに変わってないな。私が傍らに座ってるから私の体温であんまり温度が下がらなかったのかもしれないです。30分間全力で稼働させて、電池の残量が 71%。風量を最大にしてると、結構音が大きいのでですね、昼間起きてる時にやる分にはいいと思うんですけど、これで寝るってなるとちょっと音大きいかなっていう印象です。音が気になるんだったらもう風量を下げてあげるか、すごい音が静かになっていく。ペットケアっていう機能があって、デバイス周囲の温度が25度以上に上がると通知が来て、でそれ以下に下がるまで最大モードで冷却をしてくれるっていう。今風量最低で26度設定で25ワットから30ワットぐらい使ってる感じですね。これでどのぐらい使えるのかっていうのを見てみようと思います。今ちょうどね、実験開始から1時間ぐらい経ってて、でこの設定に変えてから30分ぐらいですね。電池の残量は 58%。ちょっとびっくり。ずっとこれつけてたらめっちゃ気温下がってるし、21.7 度。これすごすぎません？快適さんが出てるよ。電池の残量があと 4% であと6分ぐらい。いや、26度設定でこんだけ冷えるんだったら全然もっと弱くしてもいいですよね。水が排出されてる。
あ、すごい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 、自動で水が排出されてる。今ウィーンって言ったんで何かなと思ったら、そのドレーンのとこから水がピャーって出ていきました。水溜まってますね。あ、止まった。4時3分。あー、すごい快適が出てるんだもん。すごすぎる。ちなみに外の気温 25.6 度で、外の気温も下がって日差しも傾いてきてるんですけど、これは本当にすごい。4時26分。少し稼働音がしますね。エコフローのポータブル電源が静かすぎるんで、ちょっと音するなって思ったけど、気になる音量ではないですね。マーグルねえで、5時59分。100%。乾燥モードですね。クーラーの時は青だったけど、乾燥は緑なんですね。どんどん減ってる。5分ですでに10%近く。こっちが吸気でこっちが排気だな。じゃあ暖かいです、この風。せっかくなので暖房も使ってみます。ここで暖房を選択。このピカピカがオレンジになりました。一旦最強にしてみるか。82スタートな。あったかい風出てきた。
エコフローウェーブ3、今回使ってみて思ったことと、あとここは注意だなっていうところが2点あったので、正直にお話ししていきたいと思います。まずね、良かったのがちゃんと車内全体が冷えたっていうところですね。私5年ほど前に、別メーカーのものにはなるんですけど、スポットクーラーを使ったことがあるんですね。その時本当にもう一部しか冷えなくて、その風当たってるとこしか涼しくないみたいな状態でですね、もうすぐ使わなくなっちゃったんですよね。今回使ってみて、もうあの時のものとは全然レベルが違って本当良くなってるなって思いました。クーラーはもちろんなんですけど、除湿とか暖房もかなりパワフルでしたし、指定した範囲の温度を保ってくれる自動モードも便利だなって思いました。まず取り付け工事がいらないので、バッテリーパックとセットで購入すれば、車中泊始めたばっかりでもポータブル電源持ってませんっていう状態でもすぐに使うことできますよね。バッテリーパックにUSB のポートがついてるので、ここからスマホ充電したりとか、これ自体もポータブル電源代わりになりますしね。ペットケア機能はすごい面白いですよね。猫とか犬って人間より体が小さいので、急な温度変化が負担がすごく大きいって言いますよね。で、私の場合はまだトレーニング中なんですけど、もしグルと旅をするってなったら、空調は自分一人の時よりかなり気を使うと思うんですよ。なのでこういった機能があるとすごく安心できるなと思います。あと個人的に推したいのが窓シートですね。やっぱり買ったらすぐ使いたいじゃないですか。 DIY の手間いらずで設置ができるっていうのはすごい魅力ですよね。別売りだけど買う価値ありなんじゃないでしょうか。もちろんね、自分の車にぴったりのパネルを作りたいっていう方はガイドがついているので、材料を買ってきてこのガイドに合わせて穴を開けて作るっていうこともできます。注意点ですね。これ結構忘れがちだけど大事だなって思ったので共有します。使用後は排水作業をしてから移動させることをお勧めします。これ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、自動排水だと常に排水してるわけじゃなくて、一定量水が溜まってから排水しているわけじゃないですか。なのでドレーンを取り外す時は一度排水ボタンを長押しして水を出し切ってからやった方がいいかと思います。いきなりねバッて外しちゃうと水が出てきてしまうことがあるので注意ですね。注意点の2点目が動作音についてですね。車中泊で使う場合は動作音は静かな方が嬉しいなっていう人が多いと思うんですけど、これメーカー側から直接聞いた話なんですけど、ファームウェアが最新版になっていないと稼働音がちょっと大きくなってしまったりっていうことがあるようなので、気になるなっていう方はまずファームウェアが最新版になっているか、なっていない場合はアップデートしてもらうといいかもしれません。今回紹介したエコフローウェーブ3は4月の28日からエコフロー公式オンラインストアで予約販売を開始しています。限定の 5% 割引クーポン、さらにクーポンコード利用で特典ゲットのチャンスもありますので、概要欄のリンクをチェックしてください。